私はちょうど今頃がこの木に対しては一番頭を作って、樹勢がですね、一番ここへまあ当然乗ってるわけなんですが、あまり元気をつける前に一度頭を作っておいた方が、全体の磁力のバランスが、まあ、均等に下の方の枝もちょうど今から磁力がつく、ここで押さえれば磁力がつくという作業の状態になりますのでね、こうやって3、4年生自分からあまり上の方が強いこういう芽吹きがありましたら、やっぱりちょっと強めにこういうふうに刈り込んだ方がいいかなという。で、杉はまっすぐですね。杉はちゃんとこういうふうに傘を立てたように、先端を作りますが、ヒノキは丸く、まあこれが自然界の、状態ですので、そういうふうに作ってください。そうですね。これはね、この作業は、あまり8月以降、冬に向かってあまりあと秋が時期だという時にはやらないでくださいね。ちょうど6、7ぐらいまではこういう作業いいんですが、この強く刈り込むっていうんですかね、樹形を作ったりするのに多少強めに刈り込みも大丈夫なんですけど、秋前にこう強い刈り込みしますと芽吹き、まあ枯れるようなことはないんですがね、芽の吹き方が、あまり十分じゃなくて、赤い先端が切られた傷そのまま赤い状態のままで、秋が来ますのでね、そうすると今度芽吹く4月5月ぐらいまではなかなか元気のない姿になりますので、この辺はちょっと今の時期しかやれませんのでね、この辺気をつけてください。一つ目やっぱりこれぐらいですね。最初からするとだいぶ変わったと思いますが、上の方だけ、先ほども言いました上の方だけ作っておく、ですからこの辺もこの相関のこの子供の方ですね、これハサミ持っとらんけどいるかなと言っては私の連れが相談してくれましたが、いや昔からこういうのはありますからね、今でも大きな展示会なんかの売店が刃物の売店にはまあおそらくあると思いますので、これ案外軽くて便利ですよ。大きい枝切るわけじゃないし、芽を切るだけですからね、一つぐらいこうあると先端切りやすいですが、目摘みの時、臓器の目摘みも私これでやってるし、
ということですね。こんなとこです。それで全部やれば良さそうですが、この辺はまだ弱いんですよ。ご覧いただくと分かるように。ですからこの辺はもうちょっと置いて6月までにじゃないね、6月中に、もっぺんこっちだけは切って、針金で引っ張ったりですね、こう今もう少し元気にこの辺がなってきますので、中途半端ですがこの辺は一気にやらない方がいいですよ。やって悪くはないんですが、この辺ができにくい。もう少し置いといた方が、それで、6月中か終わり頃にこの長さを切って、この場合だとこの辺でね、切った方がいい。そうするとこの辺から全部また出ますし、ここで針金をかけると火が当たってこの枝が元気になるということですね。そういうことで、今ここで押さえておくとこの辺の力が、ついてくるということですね。それに、できるだけですから夏場に向かってこの辺も日が当たるようにしてやるということでこれ引っ張るんですよ。枝作りというもののやっぱり光が大事ですからね、光に当ててこういう枝みたいにバーッとできてくれるといいけど、本当はこの辺の枝はまだねこっちと比べると全然違うでしょ。だけどそんなに時間的には違いませんよ。だから1年ぐらいしか遅れてませんので急ぐ必要はないんですが、そういうことです。もうちょっとほっといてっていうより力をつけて、枝に力をつけて、ですから今これでしょ、これとこれそんなに変わりませんが、これとこれ低いみたい、違うような感じですが、まあこれができるうちにこっちも光を当てたればすぐこっちに追いつきますのでね、そんなようなつもりで急ぐ必要はありませんが、時期をあまり無駄に使わないように、時期はちゃんと必要な力をつける、盆栽に対しては力をつけるタイミングですからね、その辺必要な時期に必要な作業を心はどうしても私も焦る方なんですが、そういう的確な作業はやっぱり覚えておくということが必要ですね。こういうふうですね。針金で引っ張ってやるということは火を当ててやるということですよ。癖をつけるだけじゃなしに、引っ張っとけば癖がつくと思われがちなんですが、光も風も当たった方がいいですよ。そういうふうに、必要な時期に必要な作業を進めてください。わかりましたか？これで以上です。まだここら辺のね、枝で不必要な枝あるんですが、これは切らない方がいいですよ。ほっといてもう少しで、今年中はほっといてもいいですが、針金はできるだけ引っ張る吊り下げですね。金網、ここへ金網をついて引っ張るのはできるだけこうやって、後でこの枝がいらんのからいずれかは切る必要があるんですが、それでも引っ張っといてください。その方がいいですよ。そうするとこの幹が元気になってきますわ。太りも早いです。そういうことでね、また、この木を使って、その時期で、必要があればやってきますのでね。はい、今日はこれで終わります。いいですか？いいね。
こっちから。